池田さん、すぐに入院しましょう。あなたは白血病です。え？健康診断で要検査になった俺は、紹介状を持って大学病院を受診していた。血液検査をして診察室へ通されるなり、医者から発せられたのはそんな一言。驚いて声も出ない。先生、白血病、入院って。幸いにもまだ症状は出ていないようですが、間違いなく急性白血病の検査結果です。入院して治療を始めないと予後不良になっていきます。次々に発せられる言葉がどれもこれも信じられない。年に一度の健康診断で D 判定をもらったのが2週間前。ようやく有給申請が通って病院に来た途端にこれだ。池田さん、ご家族は？ああ、すみません。自分は独り身で、両親もすでに他界しています。でしたら、どなたか懇意にしていらっしゃる方でも構いません。細かい説明をさせていただきますので、明日もう一度ご覧いただけますか？明日。今日の有給を取るのも、社長の許可がなかなか下りずに大変だった。中卒で入社した井上商事で真面目に働いて35年。こんなことになるなんて。しかし自分の命には変えられない。わかりました。なんとかします。では明日の10時に予約を取りますのでよろしくお願いします。予約表を受け取り診察室を後にする。はあ、参ったな。俺は今年50歳になった。友人と呼べる友人もおらず、両親はすでに他界。兄弟もいない俺にとって、一緒に説明を聞いてくれる人なんて。とりあえず連絡を取ってみるか。心当たりのある知り合いに連絡を取るのであった。午後から会社に戻り、再び有給申請書を記入する。それを持って社長のもとを訪れた。すみません、池田です。なんだ池田、午前中のサボりはもう終わったのか？社長、申請書にも記入しましたが、病院受診のためにお休みをいただきました。決してサボったわけでは。そんなものいくらでも書けるだろう。お前は根性が足らん。これだから中卒は。井上社長は何かにつけて俺が中卒であることをつっついてくる。前社長はそんなこともなく有給も比較的取りやすい人だったのだが、去年息子である井上淳之介社長に代替わりしてからは何とも居心地が悪くなった。それで社長、大変申し訳ないのですが、明日の午前中もう一度病院へ来るように言われまして。はあ？お前今日病院行ってきたんだろ？なんで明日も行く必要があるんだよ。有給申請書を差し出し、それと一緒にもらってきた診断書を出す。それを見た社長はさすがに驚いて目を見開いた。白血病？まさかお前が？どうやらそのようです。明日病状説明があるので誰かと一緒に聞きに来るようにと言われました。診断書と俺の顔を交互に見比べていた社長。すると突然大笑いを始めた。そうかそうか。いやーよかった。これでお前とおさらばできる。え？診断書を俺に突き返し、さらに有給申請書を破り捨てる。何事かと驚いていると、社長は笑いながら俺を指さして、それから首を切るジェスチャーをしてみせた。首だ。病人中卒など何の役にも立たん。今日限りでお前は首。さっさと俺の会社から出ていけ。社長、それは。だいたい今時中卒を営業部のトップにするとか、
前社長の親父は土地狂ってたとしか思えん。長く働けないんなら遠慮なくクビにできるわ。前々から学歴で見下すような態度をとってきていた井上社長だったが、これはあまりにもひどすぎる。仮にも俺はこの会社で35年尽くしてきた。そして今つながっている取引先のほとんどは俺が開拓して関係を築いてきたのだ。役に立たないなんてそんなことあるわけがない。さっさと若手に引き継いで隠居しろ。ああ、明日の取引先との忘年会も来なくていいぞ。社長、あまりにもひどすぎませんか？はあ？なんだよ。俺は社長だぞ。俺に盾つくのかよ。立ち上がると机から一枚の書類を出して乱暴にサインした。それを俺へと投げてよこす。会社都合の離職だからな。ほらよ。これですぐに失業手当出るだろ。それ持ってさっさと消えろ。引き継ぎも何もなくですか？必要ねえよ。お前と違って他の奴らはみんな大卒だ。中卒のやってきたことなんて秒で理解できるわ。もはや何を言っても無駄だろう。俺はおとなしく書類を受け取り、頭を下げると社長室を後にした。何とも言えない喪失感に襲われる。ポケットでスマホが鳴り響いていた。ああ、アルフさん、すみません、お仕事中に。そんなことはいいんだ、カズキ。今どこにいる？電話の相手は行員にしてもらっている新井アルフさん。ものすごく慌てた様子だった。今会社に戻ってきたんですけどクビになってしまいました。なんだって？それはいい。詳しい話は後にしよう。すぐに妻を迎えにやるから荷物を持って会社の前で待っていなさい。大丈夫ですよ。自分で歩けますから。いいから言うことを聞くんだ。君は私の大切な友人なのだからね。待っているようにと念を押されて電話が切れる。尽くした会社の社長にはねぎらいの言葉もなく切り捨てられたが、こうして俺を大切にしてくれる人もいる。これからはそういう人たちを大切にしていこうと心に決めたのであった。翌日、病院でアルフさんと奥さんの涼子さんに話を一緒に聞いてもらってから、俺は会社の忘年会会場へ足を向けていた。アルフさん、さすがに。いや、君はそこにいなさい。そうじゃないと私の気が収まらない。怒りをあらわにしたアルフさんはその勢いのまま合同忘年会の会場へと足を踏み入れていった。躊躇する俺の背中を涼子さんがそっと押してくれる。大丈夫よ、和樹くん。あなたの悪いようにはしないから。さあ、と促されて中に入ると、何を考えているんだミスター井上。彼をクビにしただと？いやいや、落ち着いてくださいよ、アルフ社長。あんな奴がいなくてもうちの会社には大卒の優秀な社員が山といるんですよ。そういうことを言っているんじゃない。君は何も分かっていないのか。激高するアルフ社長とおろおろと言い訳をしている井上社長。俺に視線を移すと、あっと驚いた表情を浮かべる。池田、お前アルフ社長に取り入ったのか。取り入ったってそんな。ミスター井上、あなたは今私と話をしている。即座にアルフさんが間に入り、井上社長に怒りをぶつけた。前社長は聡明な方だった。私が井上商事と取引をしていたのも前社長のお人柄、そして何より和樹の人となりに惚れ込んだからだ。そんな中卒中年なんて大したことないでしょう。君はまだそんなことを言うのか。だったらこれを見てみろ。と言ってアルフさんはスマホの画面を突きつけた。そこに映し出されていたのは、いいか、これは我が社が
オタクと取引を始めた頃の業績だ。それが和樹が提案し、前社長が毅然と進めてくれた共同プロジェクトのおかげで、見てみろ。売り上げは倍増。うちの社は大きな成長を遂げたんだ。それは買いかぶりすぎですって。池田でそれだけの業績アップをされたのなら、他の社員ならもっとですよ。そうだ。これから新しい担当者を紹介します。池田と違って若くて有名私立大学出身のうちのエースですよ。全くアルフさんの話を聞かず、井上社長は宴席にいた社員に声をかける。すると、本当に何も分かっていないバカ丸出しの社長なのね。呆れたわ。それまで黙って事の成り行きを見守っていた涼子さんがわなわなと震えながら一歩前へ歩み出た。彼がいないなら契約など二度としないわ。え？鋭い目つきで井上社長を睨みつけながらそう宣言した。会場は水を打ったかのように静まり返る。聞こえなかったの？頭だけじゃなくて耳も悪いの？いや奥様、お言葉ですが、なぜ社長夫人であるあなたにそんなことを言われないといけないのでしょうか。あなた聞いた？ああ、しっかり聞いたよ。井上商事もこれまでだな。やれやれとアルフさんは井上社長に向き直る。いいかなミスター井上、君は本当に社長なのか？当たり前じゃないですか。私は都内でも有数の大学を卒業したエリートですよ。そういうことを言っているんじゃないと先ほども言ったと思うが、まあいい。それでは質問を変えるが、涼子はうちの会社の会長だということを理解しているのか？まさか知らなかったというのだろうか。井上社長は鳩が豆鉄砲を食らったような顔でこちらを呆然と見つめていた。池田、冗談だよな。井上社長、私は父君から代替わりされた時にしっかり説明申し上げましたよ。株式会社アルフはうちの最大手取引先で、旦那様が社長、そして奥様が会長を務めていると。そんなバカな、ただの社長夫人じゃ。そもそもですけれど、株式会社アルフは涼子さんのお父様の新井コーポレーションの子会社ですよ。なんだって？本当に何も聞いていなかったらしい。今さら遅いが。それを見ながら怒りが呆れに変わったのか、涼子さんは盛大なため息をついた。アルフが会社を立ち上げるときに懇意にしてくれたのがあなたのお父様である前井上社長と何より和樹くんよ。彼はアルフの仕事の基盤のすべてを築いてくれた。今うちの会社があるのは和樹がいてくれたからだ。アルフさんは俺の肩に手を置いてぐっと力を込める。そんな彼が病に倒れたからといって学歴で差別をし解雇するという恥知らずの底、さらに最愛の妻に対しての暴言。悪いが今後君とは関係を続けていけそうもない。そんな、待ってください。それじゃまさか新井コーポレーションとも。当たり前でしょ。契約は打ち切り即刻ね。ここに至ってようやく井上社長はとんでもないことをしてしまったと理解したのか、顔面蒼白で土下座し始めた。申し訳ありません。どうか契約破棄だけは。今株式会社アルフと新井コーポレーションに契約を切られてしまったら、うちの会社は。知らないわ。どのみちあなたの代に切り替わってからというもの、業績は右肩下がりだものね。それをなんとか食い止めていたのは和樹くんだったのに、そんな彼を解雇した。未来は見えているわ。行こう和樹。
入院の準備をしないと。井上社長の声に耳を傾けることなく、俺はアルフさんと涼子さんと共にその場を後にした。長く働いてきた会社に別れを告げ、俺は白血病の治療に専念することとなった。身内がいなかった俺を助けてくれたのは、長く取引関係にあったアルフさんと涼子さん、そして井上前社長。前社長は現社長の行動を知って激高。親子の縁を一切切って井上商事を見放した。長く勤めていた社員たちはアルフさんの下で働き始め、現社長がかき集めた高学歴な社員たちはそのまま井上商事へとどまり、傾ききった会社で呆然としているらしい。治療は過酷だが、信じる人たちに囲まれなんとか頑張れている。会社に戻ったらたっぷり恩返しをしようと心に誓い、今日も治療を頑張るのであった。